日はシュガーバタークレープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、シュガーバタークレープを作りたいと思います。クレープ生地をですね、もちもちに仕上げるコツや、あとは破れにくくする方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、牛乳、グラニュー糖、無塩バター、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵に関しましては、今回 L サイズの卵を使用していきます。そしてお砂糖はグラニュー糖ですね。ない場合はお砂糖やお好みの糖類を使っていただいて OK です。そしてバターですね。こちらはね、無塩バターを使用するようにしてください。あとですね、トッピングで使うね、グラニュー糖なんですが、こちらはブラウンシュガーなどを使っていただいても美味しいと思います。こちらもね、お好みの糖類を使って作ってみてください。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速生地を作っていきます。まずはじめにバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜてバターの塊をしっかり溶かしてください。はい、バターはこれで OK です。こちらをね、このまま使うまで粗熱を取っておいてください。それでは続いてボウルに卵を割り入れます。そして一度ね、溶きほぐします。はい、このようにね、綺麗に溶きほぐしてください。そしたら続いてね、こちらにグラニュー糖を加えます。グラニュー糖を加えた後はですね、手早く混ぜるようにしてください。というのも、このグラニュー糖はですね、そのまま放置してしまうと、グラニュー糖が卵の水分を吸ってしまって、つぶつぶができてしまう時があります。なので、入れたらすぐ混ぜるようにしてください。では、加えます。そしてすぐよく混ぜましょう。だいたい30秒ぐらいですね、手早く混ぜてください。はい、OK です。それでは続いて先ほど溶かしたバターを加えます。そしてよく混ぜましょう。こちらもね、だいたい30秒ぐらいですね、しっかり混ぜてください。はい、OK です。そうしましたら続いてここに牛乳をまず半分加えてください。だいたいで OK です。そしてよく混ぜます。はい、そしてよく混ざったら続いてこちらに薄力粉を加えます。牛乳をすべてね、加えた後に薄力粉を加えるとちょっとダマができやすいので、半量入れた状態で薄力粉を加えてください。こちらをね、必ずふるって加えましょう。加えたらよく混ぜましょう。はい、このようにね、ダマができないようにしっかり混ぜてください。きちんと混ざったら残りの牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。はい、生地はこれで OK です。そしたらですね、一度こちらの生地をこしたいと思います。そうすることでね、生地がとても滑らかになります。一手間ではあるんですけれども、こちらのこす作業は必ず行ってください。できるだけね、網目の細かいものでこしていきましょう。はい、そうするとね、このようにちょっとね、細かいダマになったね、薄力粉を取り除くことができます。こしたらですね、一度軽く混ぜてください。軽く混ぜたらここにラップをします。そしてこのままですね、冷蔵庫で1時間生地を休ませてください。生地をね、一旦休ませることで水分と粉類がしっかりと馴染んで、もちもちっとした破れにくい生地に仕上がります。それでは冷蔵庫で休ませたいと思います。はい、1時間経ちました。ラップを外します。そしたらですね、もう一度よく混ぜてください。この時ね、泡立てないように注意してください。はい、これでね、クレープ生地の完成です。このクレープ生地なんですが、長くてね、1日ほどね、休ませていただいても大丈夫なので、作る前日の夜とかにね、仕込んでいただいても大丈夫です。それでは今から焼いていきます。それではね、焼いていきます。今回は20センチのフライパンを使って焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷いてください。そして火にかけます。火にかけたらですね、油を全体に伸ばしてください。火加減今中火ぐらいです。油の引き方なんですが、このようにちょっとまだらになるように油を敷いてください。
そうすることでね、クレープ独特の綺麗な焼き色がつきます。そしたらこのままですね、弱めの中火ぐらいでフライパンを30秒ほど温めてください。はい。で、温めたらここにですね、クレープ生地を流し入れます。このように広げながらね、フライパンを回してください。このようにね、表面の生地が動かなくなったらフライパンを置きます。そして今度はですね、火加減中火ぐらいで焼いてください。弱火で焼くとね、ちょっとべちゃっとした仕上がりになるので、必ずね、中火ぐらいで焼くようにしてください。このようにね、縁の部分に焼き色がついてきたら裏返します。まずね、縁の部分を剥がしましょう。そしてゴムベラなどで持ち上げて、この縁の部分を持って、そして裏返します。よいしょ。軽く押さえつけて、片面はですね、15秒ほど焼いてください。15秒ほど焼いたら火を止めて、そして裏返します。よいしょ。こんな感じの状態です。ここまでできたら、このままですね、フライパンに乗せた状態でバターと、あとはグラニュー糖をね、この上にかけていきます。1枚に対してバターは 5g ぐらい、グラニュー糖は小さじ1杯ぐらいを目安にしてみてください。これをね、火をつけた状態でやってしまうとクレープが焦げてしまいますので、必ず火を止めた状態でこちらの作業は行ってください。ではね、まずバターですね、全体に塗りましょう。クレープにね、穴を開けないように注意してください。お皿の上でやってしまうとね、バターがね、全部溶けなかったりするので、フライパンの上でやっていただくとね、溶けると思います。バターが溶けたら全体にね、グラニュー糖をまぶしていきます。はい、 OK です。あとはね、このまま折りたたんでいきます。手前からまず半分に折ります。やけどしないようにね、注意してください。そしてまた半分に折ります。よいしょ。このように折りたたんで完成です。それではね、残りも同じように焼いていきます。もしね、フライパンが熱くなりすぎてしまった時は、濡れ拭きの上にフライパンを置いて、少しね、粗熱を取ってから焼いてください。はい、全部焼き終わりました。今回20センチのフライパンで焼いて7枚できました。こちらはですね、フライパンの大きさ、あとは生地の厚みによっても変わってくるので、だいたい6枚から7枚くらいを目安にしていただくといいかなと思います。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでシュガーバタークレープの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はこのようにね、分量外ですが粉糖をトッピングしてます。こちらはお好みでやってみてください。このように焼き色もついて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。クレープ生地がもっちもちです。すごく美味しいです。そしてこのバターの香りが最高ですね。バターの風味でちょっとね、ミルキーな感じに仕上がってます。そしてね、甘さもちょうどいい具合に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のシュガーバタークレープのポイントです。まずクレープ生地なんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。特にですね、卵にグラニュー糖を加えるときはすぐ混ぜないとグラニュー糖が卵の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を加えたらすぐ手早く混ぜるようにしてください。そして薄力粉を入れるタイミングもですね、牛乳を全部入れてから混ぜるとちょっとダマになりやすいので、牛乳を半分加えて混ぜてから薄力粉をふるって加えるようにしてください。そして出来上がった生地なんですが、こちらは必ずこしてその後冷蔵庫で1時間休ませてください。生地を混ぜ終わった後にすぐ焼いてしまうと水分と粉類が馴染んでいないのですごく破れやすくなってしまいます。なので必ずね、きちんと冷蔵庫で休ませて水分と粉類をしっかりと馴染ませてください。そしてクレープ生地を焼く時のポイントです。焼く時にね、まず油を敷くんですが、ちょっと油がまだらになるように油を敷いてみてください。そうすることでクレープ生地特有のね、綺麗な焼き色をつけることができます。そして生地を入れた後は中火で焼くようにしてください。弱火で焼くとね、ちょっとべちゃっとした仕上がりになりやすいので、必ずね、火加減は中火で焼くようにしましょう。そして縁の部分にいい焼き色がついたら裏返して片面は15秒ほど焼いてください。そして焼き上がったら必ず火を止めて生地を裏返して、そしてバターとグラニュー糖をかけてください。この作業をですね、火をつけたままやってしまうとクレープが焦げてしまいますので、火の消し忘れには十分に注意していただけたらと思います。あとはね、パタパタっと
2回折りたたむんですけれども、折りたたむ時もですね、やけどには十分に注意して畳むようにしてください。今回はですね、グラニュー糖を使ってるんですが、こちらはお好みの糖類を使って作っていただいて OK です。シナモンパウダーなどをかけても美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はシュガーバタークレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。